2022年、アメリカ政府はオッペンハイマーに対する公職追放決定を正式に撤回しました。原爆の父と呼ばれる天才物理学者 J. ロバート・オッペンハイマー。彼は原爆を生み出し、アメリカの英雄となりました。しかし、その手で生み出した破壊の力は彼の人生を、そして彼の魂を蝕みました。一人の天才科学者はいかにして原爆の父となり、なぜ政治的弾圧を受け追放されたのか。本日は天才物理学者オッペンハイマーの生涯、科学者としての功績、核兵器開発の功罪、冷戦下の苦悩、そして彼が現代に残した問いについて深く掘り下げていきます。第1章、天才の誕生と学術的功績。オッペンハイマーは1904年、ニューヨークの裕福なユダヤ系移民の家庭に生まれました。幼い頃から非凡な才能を発揮し、科学だけでなく古典や文学、哲学にも強い興味を持ち、そして6カ国語を操るという驚異的な知性の持ち主でした。その一方で神経質で内向的、若き日の彼は時に精神的な不安定さを抱えていたことが伝えられています。彼は科学を専攻して入学したハーバード大学を飛び級で卒業後、ヨーロッパに渡り、ケンブリッジ大学のキャベンディッシュ研究所で物理学を学び、量子力学の中心地ドイツのゲッティンゲン大学で物理博士号を取得します。ここでオッペンハイマーは若くして驚くべき功績を残します。それがマックス・ボルンとの共同研究によるボルン・オッペンハイマー近似です。これは分子内の原子核と電子の動きを分離して考えるという後の科学や分子物理学の基礎となる画期的な理論でした。もしオッペンハイマーが原爆を作っていなくても、この功績だけで物理学史に名を残すレベルの天才だったのです。さらに特筆すべきは彼がマンハッタン計画に携わる前の研究です。彼は当時まだ誰も明確に言葉にしていなかったブラックホールの存在を相対性理論に基づいて理論的に予言しました。彼は質量が非常に大きな星が自重で崩壊し、光さえ脱出できない領域ができることを示唆しました。これはまさにノーベル賞級の偉大な業績であり、彼の理論物理学者としての深さを物語っています。第2章、ナチスドイツの核開発とマンハッタン計画。1930年代後半、世界は戦争の影に覆われ、ナチスドイツが核分裂の可能性を発見したというニュースは世界の科学者たちに衝撃を与えました。もしヒトラーが原爆を手に入れたら、この危機感がアメリカの極秘プロジェクトマンハッタン計画を始動させます。計画の責任者となったレスリー・グローブス将軍は驚くべき人選を行いました。それが38歳の理論物理学者ロバート・オッペンハイマーでした。オッペンハイマーは実験物理学の経験が乏しく、また過去に共産主義者の交友関係を持っていたため、軍部からは不安視されていました。しかしグローブス将軍はオッペンハイマーの驚異的な知性と人を引きつけるカリスマ性を見抜いてました。彼はニューメキシコの荒野に設立されたロスアラモス国立研究所の所長に就任します。ここに集められたのは20世紀物理学を代表する理論、実験の両方に通じた天才科学者エンリコ・フェルミ。量子力学の発展に決定的な貢献をし、最後の天才物理学者とも呼ばれるリチャード・ P. ファインマンなど、世界中から集結したトップクラスの科学者たち。彼らをまとめ未曾有の難題を解決に導いたのがオッペンハイマーの卓越したリーダーシップです。彼は管理者としても理論家としても期待をはるかに上回る才能を発揮します。オッペンハイマーは単なる理論担当者としてではなく、ラボを作り分野横断の才能をまとめ上げ、工学、物理、科学を結びつけて解くというマネジメントと知的キュレーションの役割を果たしました。こうしたオッペンハイマーの組織設計、人員登用、研究テーマの優先順位付け、理論と実験の橋渡しを短期間で行った点がマンハッタン計画の成功の鍵となったと言えます。1942年から始まったマンハッタン計画の目的は、ナチスドイツが原子爆弾を開発する前にアメリカがそれを完成させることでした。当時オッペンハイマー自身もナチスドイツが原子力爆弾を開発することに危機感を感じていました。彼はユダヤ系の出自で、ナチスによるユダヤ人迫害を強く憂慮しており、ヒトラーが核を持てば人類が滅ぶと信じていたのです。私たちは戦争を終わらせるためにやっているのだ。この頃のオッペンハイマーは
原爆の使用そのものを悪とは考えていなかったとされます。彼にとってはナチスの脅威を止めることが最優先でした。第3章、原爆の父と現在。そして1945年7月16日、ニューメキシコ州アラモゴードで人類初の核実験、トリニティ実験が行われました。それまでに理論的にしか存在しなかった核分裂の連鎖反応を実際に制御して爆発させることができるかを確認したのがトリニティ実験です。深夜の砂漠に太陽をも凌駕する閃光が走り、巨大なキノコ雲が立ち上った瞬間、トリニティ実験は成功しました。その威力は爆風で 16km 離れた観測所の窓ガラスを割ったと言われています。この光景を目の当たりにしたオッペンハイマーは深い静寂の中でヒンドゥー教の聖典の一節を口にしました。今我は死なり世界の破壊者なり。この言葉は科学者としての究極の成功とその結果がもたらす恐ろしい破壊の可能性を同時に悟った彼の複雑な内面を象徴しています。オッペンハイマーは原爆投下を決定する委員会に加わっており、当初原子爆弾の国際管理を支持していましたが、日本への原爆投下については早期終戦のための軍事的選択肢として賛成の意を示したとされます。そして実験成功から間もない1945年8月、広島と長崎に原子爆弾が投下されます。原子爆弾の威力とそれがもたらした日本の惨状は世界を震撼させました。戦争は終結し、アメリカ国民は無名だったオッペンハイマーを原爆の父として英雄視しました。しかし彼自身はこの成功がもたらした現在から逃れることはできませんでした。その年の10月、彼はロスアラモス研究所の責任者としてマンハッタン計画の成功を報告するためワシントンを訪れます。彼はホワイトハウスに招かれトルーマン大統領と面会します。トルーマン大統領はオッペンハイマーの功績を称えました。しかしオッペンハイマーは大統領、私は自分の手が血に染まっていると感じますと語り、トルーマン大統領を激怒させたと伝えられています。彼は後に次のように語っています。科学者たちは罪を知った。私たちはその罪を洗い流す方法を持たない。第4章、冷戦と核軍拡競争。戦後オッペンハイマーは核政策の専門家としてアメリカ原子力委員会の要職に就き、一転して核兵器の国際管理を強く主張します。彼は核兵器が一国の管理下に置かれれば際限のない開発競争、すなわち核軍拡競争が起こることを予見していました。彼の提唱した案は国際機関が原子力の平和利用と兵器開発を包括的に管理するというものでしたが、冷戦の勃発とともに実現することはありませんでした。そして1949年にソ連が初の原爆実験に成功するとアメリカ国内の核開発競争は激化します。焦点はさらに強力な兵器である水素爆弾の開発に移りました。オッペンハイマーは倫理的な懸念と水素爆弾がもたらす破壊力のあまりの巨大さから水爆開発に断固として反対します。彼は水爆を大量虐殺の兵器、軍事目的にも適しないとし、その開発はアメリカの道徳的な立場を危うくすると訴えました。この反対意見は水爆推進派のエドワード・テラーとの決定的な対立を生み、彼の運命を暗転させる一因となります。第5章、政治的弾圧と追放。戦後彼は核兵器の拡散に強く反対する立場に転じます。特に水素爆弾の開発計画には明確に反対しました。当時オッペンハイマーは我々は悪魔の発明を繰り返すべきではないと発言しているとされています。しかしこのような姿勢が冷戦下のアメリカでは非愛国的とみなされ、1954年彼は安全保障上の資格を剥奪されるという政治的弾圧を受けます。彼の若い頃の左派との関係、さらには核兵器に対する慎重な姿勢が問題視され、1954年に原子力委員会の職員保安審査が行われました。しかしこれは実質的な公職追放だったのです。聴聞会では彼の過去の人間関係、水爆に関する姿勢などが問題視され、安全保障上の脅威に当たると結論付けられました。この審査は当初からオッペンハイマーを追放することを前提として行われたものだったのです。この事件は核兵器開発という国家プロジェクトに尽力した天才科学者に対する非道な裏切りとしてアメリカの科学界に深い傷跡を残しました。終章、現代への問い。公職追放後、
オッペンハイマーはプリンストン高等学術研究所の所長として静かに研究と教育に専念しました。晩年、彼は科学と倫理、人間性の問題について講演を続け、科学者としての社会への責任を説きました。1967年、オッペンハイマーは喉頭がんにより62歳で死去。その後、2022年、アメリカ政府はオッペンハイマーに対する1954年の事実上の公職追放決定を偏見に基づく不公平な手続きとして正式に撤回しました。しかし、この撤回は彼の名誉を回復したという以上に、冷戦下の過ちと国家や政治による科学への不当な介入という歴史を改めて現代に問い直す出来事と言えます。人類は彼が生み出した破壊の力を未だに手放せていません。彼の苦悩は核兵器が存在する限り永遠に続く私たちの現在なのかもしれません。